こんにちは、東京ベジライフです。今日は、ビーガンのイタリアンディナーを作っていきたいと思います。まず最初にミネストローネを作っていくので、お野菜の出汁を準備していきます。でお野菜の出汁は無添加のもので粉末とかも売ってるので、それを使ってもいいんですけど、私はいつも玉ねぎの皮ですねとか、人参の皮とかくず野菜を、乾燥させておいて冷蔵庫に保存してるんですけど、それを使ってベジブロスを作ってます。で作り方はすごい簡単で、水を入れて、でこの乾燥させたくず野菜をそのまま入れてしまいます。で煮立たせて、煮立ったら火を止めて置いておきます。ではスープに入れる野菜を切っていきたいと思います。まず玉ねぎですね。でこういう玉ねぎの皮も普段は、新聞紙の上とかに置いて乾燥させておくんですけど、今回はちょうど出汁を取ってるところなので、これも一緒に入れちゃいたいと思います。で玉ねぎの皮はすごく栄養があるらしいんですけど、皮を食べるってことはないと思うので、こういった出汁にしてあげて取ってあげるといいと思います。ミネストローネに入れる野菜は冷蔵庫にあるものを何でも入れちゃったらいいと思うんですけど、野菜は本当にたっぷり食べられるので、スープとかにする時はいろいろな野菜を入れて食べてます。玉ねぎをオリーブオイルで炒めていきます。玉ねぎに下味をつけながら、あと玉ねぎから塩で水分が出てきて、より柔らかくなるので、最初に塩麹を入れてしまいます。あと胡椒ですね。であと人参、これはもう冷蔵庫に入ってた使いかけの人参ですね。で前回はビーガン和食ディナーを作ったんですけど、今回はイタリアンっていうことで、東京ではやっぱりイタリアンもなかなかビーガンで食べたいと思うと、外食だとちょっと難しいっていうところがあったりするので、家だと野菜料理もたくさん作れますし、全部ビーガンでできるので、結構家でイタリアンすることも多いです。あとトマト、今日はフレッシュなものを使いますけど、トマト缶でも全然いいと思います。これもベジブロスの方は沸騰したので、火を止めてちょっと置いておきます。で人参も一緒に入れて、人参も少し油で炒めてあげます。あと今日はこのカブですね。カブを使って、葉っぱの部分はこのスープに入れて、実の部分はまた違う風に調理しようと思います。この中に玉ねぎ下味少しつけたんですけど、もうちょっとだけ塩麹を入れておきます。でさっき作っておいた、ベジブロスを、少量入れて、で煮込んでいきます。でこのストーブだと結構無水調理でびっくりするような量の水が野菜から出るので、最初の、スープを作る時も最初の、
水分はスープは少なめにしておいて、で終わってから必要に応じてスープを足すっていうやり方でやりたいと思うので、そうですね、今ちょっとだけスープ入れたんですけど、これで煮込んでいきたいと思います。あ、そうだ、忘れてた。スープに入れるように、レンズ豆じゃないや、ひよこ豆を、煮ておいたので忘れないでよかったです。これを一緒に入れます。でまず中火でやっていきます。このかぶを、グリルしていきたいと思います。でグリルにはこのグリルパンを使います。先にちょっとグリルパンを温めておくんですけど、このオリーブオイルのスプレーをして、表面をこうコーティングしていきます。でこのかぶを、オリーブオイルでコーティングしたいので、こういった形でボウルか何かに入れてオリーブオイルを入れてもらって、あと塩と胡椒をでもうパンが温まってるので、ここに一つずつ並べていきます。こっちは、今湯気が出てきたので10分煮込んでいきます。あと、サラダを準備していきます。いい感じに焼き色がついてきてます。で今日このサラダに加えたいのがこのかいわれなんですけど、ビーガン男子さんの動画を見て、ベジタリアンの皆さん結構ビタミン B12、B12 について結構不足してるんでどうしてますかみたいな話があって、私も、そこまであんまり考えたことがなくって、なんか海苔に入ってるって聞いたので海苔は結構食べるようにはしてたんですけど、でもそのビーガン男子さんの、動画で、海苔には入ってないか、入ってたとしてもそれを取り込むことはできないっていうことだったので、サプリとかが一番、手っ取り早い方法だとは思うんですけど、なるべくそういうサプリとかあんまり飲みたくないなと思ってるので、とりあえずこの、ビタミン B12 が入ってるかいわれで、どうにかしてみようかなと思って、これは1日あたり3分の1パックを目安にお召し上がりくださいって書いてあるので、これで結構取れるんじゃないですかね。はい、こんな感じで焼き上がったんですけど、これはちょっと冷ましておいて、サラダに入れるか、そのまんまグリル野菜として出すか、ちょっとまだ考え中です。考え中。でこれは冷蔵庫に入れていきます。今日実は主役はピザなんですけど、ピザにのせるものを作ります。このスティックブロッコリーですね、これをガーリックと炒めて、でピザの上にのせていきたいと思います。でピザは家では作らないです。
家の近くにすごく美味しいピザ屋さんじゃないな、イタリアンレストランがあって、で結構よく行ってるんですけど、やっぱりもちろんビーガン対応ではないので、普通のピザなんですね。で家ではもちろんビーガンなんですけど、外では、しょうがない時はビーガンじゃないっていう感じにしてるので、普通にピザも食べていたんですけど、最近ちょっと家でピザすればビーガンにできるってことを気づいたので、最近はそれでやってます。すいません、ピザのテイクアウトをお願いしたいんですけれども、はい、ピッツァマリナーラを、はい失礼します。15分ぐらいでできるみたいなので、その間にこれをやってしまってピザを取りに行きます。オリーブオイルで炒めていきます。ピザのトッピングもやっぱりお店で食べると野菜だけっていうのがなかなかないので、ベーコンとか入っちゃってたりとか、ひき肉みたいなのが入っちゃったりとかするので、生ハムみたいなんだったらなしでっていうのできるんですけど、なかなかやっぱりチョイスが限られてしまいますよね、外で食べると。家で食べるときは好きなトッピングを自分で準備できるので、味付けはまた塩麹です。何でも塩麹です。もう多分これあと余熱で火が通ると思うので、一旦火を止めて蓋をしておきます。で、ピザを取りに行ってきます。ピザを取ってきました。で、このピザはピッツァマリナーラなので、ピザとトマトソースだけのものになりますね。チーズが乗ってないマルゲリータみたいな形で、こういうピザなんですけど、これに、ビーガンチーズをトッピングして、であとさっき炒めて作っておいたブロッコリーもトッピングしたいと思います。で使うビーガンチーズなんですけど、この間動画でも作ったこのビヨンド豆腐っていう、商品で、相模屋さんっていう豆腐のいろんな豆腐の商品を出してる老舗の豆腐屋さん、豆腐メーカーなんですけど、そこが出したもので、今年の2018年の3月に販売開始されたばっかりの商品で、多分日本のビーガン界、ベジタリアン界の中ではすごく話題になっていて、味もすごい美味しいですし、値段もリーズナブルだと思うんですよね。この大きさで、これ何グラムかな、150グラムで、400円ぐらいとかなので、普通のスーパーではちょっとまだ見たことないんですけど、私はAmazon フレッシュで買っていて、でこのチーズグレーターで普通に本当に普通のチーズみたいに削れるので削っていくんですけど、ピザとかにのせるとすごいちゃんとチーズみたいに溶けますし、あとでも普通にキューブ状に切って、キューブ状のものも売ってるみたいなんですけど、キューブ状みたいに切ってクラッカーにのせたりとかサラダに入れたりとかしても美味しいですし、私結構ワインを飲むので、ナッツとワインとこのチーズと
食べたりとかしてて、でやっぱりビーガンとベジタリアンの大きな違いって、チーズを食べるか卵を食べるかどうかっていうところがすごい大きい気がしてて、その2つの、要は乳製品と卵が食べられるか食べられないかで、どれぐらい外食で自由度が効くかっていうのがすごくやっぱり変わってくるので、私なんかは避けられる時はほんと避けるんですけど、やっぱチーズとか、乳製品、卵入っちゃってるものが本当に多いので、やっぱそこをわざわざ抜いてくださいって抜けないですっていう場合は本当に多いので、やっぱりこう家で代用できる方法があるとすごくこう、食べられるものも広がりますし、いいなと思います。こんな感じですごい綺麗にチーズみたいになるんですけど、これをじゃあ半分はチーズだけで、やっぱ味はじゃあチーズなのって言われると、チーズではないですよ。だってチーズではないですからね。でも美味しいです、だからなんかチーズ、なんかこの商品の名前もビヨンド豆腐ですけど、豆腐以上の何かみたいな、なんかそういう風に新しい、しかもミラクルプロテインって書いてあるんですよね。だから奇跡のタンパク質みたいな、新しいタンパク質、新しい何かみたいな、そういう風に多分捉えて食べた方が楽しめると思います。なんかチーズなんだって思って食べると、チーズじゃないじゃんっていう感じに多分なっちゃう可能性もあると思うので、これはこれで新しいものとして、楽しんでもらえたらなと思います。でもう半分にブロッコリーをのせていきます。でこっち側もチーズじゃないビヨンド豆腐をたっぷりのせていきます。であとはこれを、オーブンに入れて温めてチーズを溶かしていきたいと思います。であとこのカブはどうしようかなと思ってたんですけど、そのまま出すことにします。で、サラダはちょっともう一品作ります。冷蔵庫にあった舞茸とえのきも一緒に入れていきたいと思います。バルサミコ酢をベースにしたドレッシングにしようと思うので、あと、マスタード、あとちょっと甘みを足したいので濃縮甘酒を少し入れていきます。またちょっと塩麹を入れます。油はオリーブオイルでもいいんですけど、アマニ油があるのでアマニ油をちょっと入れたいと思います。よく混ぜ合わせます。これに、きのこを入れてマリネしつつ、で最後にサラダにそのままのせてドレッシングっていう形にしていきたいと思います。ピザがいい感じです。忘れてたんですけど、スープをちょっと今チェックします。大丈夫かな。いい感じ。汁気が足りないのでスープを足していきたいと思います。どうしよう、もう温めちゃいましょうね。
きのこが出来上がったので、これをこの中に入れていきます。美味しそう。あとはもう盛り付けるだけなので盛り付けていきたいと思います。Bon appétit! では See you next time!